こんばんは、クリミナルです。今回はアメリカの女性のキラーをご紹介します。スーザン・スミスは1971年9月にアメリカ・サウスカロライナ州ユニオンに生まれた。彼女は3人兄弟の末っ子だった。両親はスミスが7歳の時に離婚。その数週間後、スミスの父親は自ら命を絶ってしまう。父親を失ったことでスミスはひどく悲しみ、塞ぎ込んでしまう。彼女は父親の声が録音されたテープを繰り返し聞く日々を送り、13歳の時にはスミス自身も自ら命を絶とうとした。その後、母親のリンダは地元の実業家と結婚し、家族は新しい家へと引っ越した。そしてスミスが15歳になった頃、悲劇が始まった。ケイフが彼女にいたずらをし始めたのだ。この虐待はその後ずっと続いた。スミスは母親のリンダに相談しようとしたが、リンダは取り合わなかった。次にスミスは社会福祉局に連絡を取ったが、何の助けも得られなかった。そこでスミスは学校のカウンセラーに相談した。するとカウンセラーは母親のリンダに事情を話してくれた。そして家族会議が開かれ、ケイフが二度と手は出さないと誓ったため、お咎めなしとなる。しかし、ケイフは虐待をやめず、スミスの体を触り続けた。ケイフの虐待が続く中、高校を卒業したスミスは地元の店で働き始めた。その頃彼女は既婚の男性、同僚の若い男性、そしてケイフと同時に関係を持っていた。しばらくして既婚者の男性との関係が終わった頃、スミスはオーバードーズをし入院した。彼女のかかりつけの医師はストレスによる適応障害と診断している。退院後、スミスは職場に復帰。しばらくすると、その店で同級生のデビッド・スミスが働き始めた。二人はすぐに恋に落ち、何の計画性もなくすぐに結婚した。この突然の結婚に対し、デビッド・スミスの家族は困惑した。なぜなら、彼の兄が病で亡くなったばかりであり、喪失感に苛まれていたからだ。その後、デビッド・スミスの父親は自ら命を絶とうとし、母親は別の地へと引っ越してしまった。若い夫婦は家族からの援助は得られず、二人だけの力で生きていくことを強いられた。そんな若い夫婦は二人の子供に恵まれたが、経済的に困窮し、夫婦仲が急激に悪化した。1993年には別居し、子供はスミスと暮らすことになる。ちなみに彼女はこの別居期間中に不倫をしており、夫も不倫していた。その後スミスは新しい勤務先に勤め始め、その勤務先の社長の息子であるトム・フィンドレイと出会う。スミスは彼に一目惚れし、猛アタックした。そして二人はすぐに付き合い始めた。ただ、フィンドレイは連れ子には否定的で、子供の面倒を見ろというのなら別れるしかないとスミスに告げていた。それでも二人の関係はしばらく続いたが、1994年10月25日、事件は起きた。二人は些細なことで口喧嘩をした。その過程で怒り狂ったスミスがある言葉を発したことで二人の関係は終わる。私、ケイフにずっといたずらされているの。あと、あんたのお父さんとも寝たわ。父親を侮辱されたフィンドレイは激怒し、今すぐ出て行けと言い放った。こうしてフィンドレイに突き放されたスミスは何度も何度もフィンドレイに電話をかけた。しかし彼は応じてくれなかった。するとスミスは恐ろしいことを思いついた。彼にとって邪魔な存在である二人の息子を消せばいい。同日の夜、フィンドレイと喧嘩した約3時間後である。スミスは車で自宅に戻り、息子たちを連れ出した。そして湖に移動し、息子たちを後部座席に縛り付けた。自身は車から降り、車を湖に沈ませた。
その後スミスは現場近くの民家のドアをノックした。そしてその家にいたカップルに彼女はこう話した。車に乗っていたら黒人の男性に襲われて息子たちが誘拐された。話を聞いたカップルはすぐに警察に通報した。現場に駆けつけた警察官にスミスは事情を話した。私は友人の家に行く途中でした。信号待ちをしていたら突然黒人の男に襲われて私は車から放り出されました。車には3歳と1歳の息子が乗ったままでした。もちろんこれはスミスの作り話であるが、話を信じた地元住民や警察は協力して大捜索を始めた。またスミスはテレビカメラの前で子供を返して何でもするわと泣き叫んでみせた。こうして悲劇の母親となったスミスには多くの人が同情し、子供たちの無事を祈り、街の至るところに黄色いリボンが結びつけられた。しかし、いくら捜索を続けても誘拐された子供たちは見つからない。そのうち警察はスミスが怪しいと感じ始めた。そこでポリグラフ検査をしたところ、顕著な陽性反応が出た。そして1994年11月3日、当局の追及に耐えられなくなったスミスは真実を打ち明けた。私がやりました。沈んでいく車の中で息子がシートベルトを外そうともがいているのが見えました。でもどうにもできなかったし、どうにかする気もありませんでした。スーザン・スミスには極刑が宣告されるものと見られていたが、彼女の悲惨な生い立ちや精神疾患などが考慮され、終身刑が言い渡された。こうしてスミスは投獄されるわけだが、彼女はその刑務所においてマリファナを吸い、2人の刑務官と関係を持った。スミスに誘惑され、その誘いに乗ってしまった刑務官は起訴された。現在もスーザン・スミスは収監されており、2024年に予定されている仮釈放の聴聞会の場を待っている。フィンドレイとの関係を修復したいがために自らの子供を犠牲にしたスーザン・スミス。日本においても神奈川県厚木市で母親が交際相手と遊ぶために子供たちを車に残し熱中症で死なせてしまった痛ましい事件がありました。どちらの事件も彼女たちは母親であることを忘れ、子供よりも男を選びました。スミスには今までの人生をリセットし、一からやり直そうという考えもあったかと思います。むしろ今までの人生が間違いで、フィンドレイと出会った瞬間から私の人生が始まる。そんな風に考えていたのかもしれません。いわば現実逃避のようなもので、子供の存在を消し、フィンドレイと復縁することを夢見ていたのでしょう。悲劇の母親となった自分を白馬に乗ったフィンドレイが迎えに来てくれて、私たちは幸せに暮らす。そんな青写真を描いていたのではないでしょうか。スミスは15歳の頃から刑夫にいたずらをされていました。父親が自ら命を絶ってしまったこと、刑夫に虐待されたことで、彼女は精神的に不安定になってしまいます。事件内容を見ると、性に奔放のようなイメージを持ってしまいますが、こうした被害に遭った女性は自分を騙し、自分を無理やり納得させ、耐えてきたケースもあります。刑夫にされたことは大したことではない。こんなことはどこでも起きていることだ。と自分に言い聞かせるのです。また、虐待の被害に遭うことで、解離性同一性障害や PTSD、境界性パーソナリティ障害、統合失調症を患ってしまうケースもあります。新たな人格を作り出すことで痛みから逃れようとするのです。中には虐待の被害に遭った人格部分が性的放縦人格になり、愛のない行為を繰り返し、自身の主人格を生き地獄に落とそうとすることもあります。もしかしたらスミスもそんな症状や思いを抱えて生きてきたのかもしれません。ただ、子供を殺めたことは決して許されることではありません。最後に格言をご紹介して締めたいと思います。子供たちに何をするかによってその社会のモラルを測ることができる。ディートリヒ・ボンヘッファー。
人生における最大の悲劇は幼子の死だ。それは全てを変えてしまう。ドワイト・アイゼンハワー。メリーゴーランドに乗った子供はなぜ一回りするたびに親に手を振るのか。そしてなぜ親は手を振り返すのか。それがわからなければ人間を理解できない。ウィリアム・ D・ タメウス。